ランクルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。チームランドクルーザートヨタオートモデルドライバーの三浦です。前回の動画ではダカールラリー2022を少し振り返っていきましたけれども、今回はですね、そこを走ったランクル200ラストランとなったダカールマシンを解説していきたいというふうに思います。今回のまず大会のこの前提になるお話なんですけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、ダカールラリーを走る車は改造車と我々が知っている市販車と、大きく2つのカテゴリーがあります。で、この改造車の方ですね、ここが総合優勝を争っている車がエントリーする場所になるんですけども、改造車の車両規則というのが実はこの2022年大会から大きく変わりました。でそれによって改造車の走破性っていうのは一段と高くなったんですね。でそれに対して我々市販車の方というのは特に大きな規則改正はありませんでしたので、すなわち性能差が開いた方向だったんですよ。で大会のルートとしては当然この総合優勝争いをいかにドラマチックに描けるかということを考えながらコースを作っていくので、結構市販車の僕たちには大変なルートでしたし、逆の見方をすればだからこそランクル200のラストランにふさわしいタフなステージになったなというふうに感じています。市販車部門のランクル200、14年間このダカールラリーにチャレンジし続けてきたんですけれども、市販車だからずっと同じランクル200なんじゃないのって皆さん思うかもしれないんですけれども、当然改造が許されない基本性能というのは変わらないんですけれども、その中でもラリー車としていろいろチューニングが許される部分で、少しでも良くするために何ができるかっていう改良は実は毎年やってます。ですので全部の大会の車を仮に並べていくと2台として同じ車はないんですよね。全部少しずつ違っていると。で今回はこのラストランということで、メカニックエンジニアも、今まで作ったランクル200の中の最高傑作を作ろうということでやっぱりみんな気合が入ってたんですね。で乗ってみてそんな車がどうだったかというところなんですけれども、まず何よりも一番大きく変わったのがですね、タイヤですね。実は従来僕たちは市販されているオフロードタイヤというのを買って履いてました。で今シーズンからは東洋タイヤさんが新たにチームのパートナーに加わっていただきまして、でエンジニアさんもチームメンバーとして僕たちと一緒に来てですね、実は専用タイヤを開発してもらいました。なのでランクル200でダカールラリーを走るために一番最適なタイヤは何かというものを考えて作られたタイヤで実は走りました。ですので、従来はですねタイヤの性能に合わせたりとかっていうことを考えなきゃいけないシーンというのもあったんですけれども、思う存分このランクル200の性能を出し切るぞという走り方ができたのが今回の大会だったかなというふうに思います。タイヤ変わってそんな変わるのって皆さん思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、タイヤって車の中で唯一路面と接するパーツじゃないですか。だからエンジンだったりボディだったり他にいろんなものが良かったとしてもタイヤがそれを伝えられなかったら全く意味がないんですね。なのでそういう意味でタイヤってすごく重要なんですけれども、パンクが減ったとかですね、あと砂の中でタイヤがホイールから外れてしまうリモーチって我々呼んでますけれど、そういうトラブルが少なくなったとか分かりやすい数字的な話をすればそういうこともいろいろあるんですけれども、一番僕たちが乗っていて気持ちよかったのは止まらずに走れるっていうことです。いやこんな競技やってて止まらずに走るなんて当たり前でしょって皆さんきっと思うと思います。ただ実はそうはいかないんです。で何かと言いますと、ダカールラリーで走ってるシーンいろんな走行シーンを見ていくと WRC のような高速のグラベルがあるかと思えばご存知の通り砂の砂丘もあります。で今度硬いんだけれどもトライアルのロックセクションのようなそういうトライアルセクションが出てきたり、であと同じ砂でも小麦粉が堆積したような埃が溜まったような細かい粒子の砂があったり、もう本当にいろんな路面が刻々と変わっていくんですね。で実はそれぞれの路面に適するタイヤの空気圧っていうのは結構な幅で違います。具体的に数字で言うと、砂の中だと 1.0 キロぐらいまで落とすことがあります。で硬いグラベルですと、2.3 から 2.5 ぐらいまで空気を入れることがあります。なので結構な幅を持って調整しなければいけないんですね。でじゃあどうすることかというと、路面が変わる時に実は車止めてドライバーナビゲーター車から降りてで空気抜いたりでまた入れなきゃいけなくなったら止まってまた降りて空気入れたり、そういうことをやってきました。
なので、それで1回空気抜いたり入れたりするとなんだかんだで 2,3 分は絶対止まんなきゃいけないんですね。だから仮にトラブルを抱えなかったとしても絶対に止まらなきゃいけなかったんですよ。でところが、今回のこのラリー専用タイヤは一つの空気圧で砂もカバーできて硬いところもカバーできると、そういうことを実現させてくれる性能を持っていたので、僕たち1回も止まらずに本当にゴールまで走り切るっていうステージが僕たちも4ステージぐらいいましたかね。過去を振り返ってみると、そういう何の空気圧調整もなく、そしてパンクもスタックもなく止まらずに走り切れるステージっていうのは1大会で1ステージもなかったんじゃないかなっていうぐらいの記憶です。なのでこの止まらずに走れるというのはやっぱりストレスが少ないですし、ドライバーとしてはもう思いっきり攻めていくことができるということで本当に気持ちよく走れました。もう一つですね、タイヤのお話になるんですけれども、ちょっとだけマニアックなお話になります。まず砂の中で、あるトラブルとして一つリム落ちというものがあるんですけども、それどういうことかというと、ホイールにタイヤってはまってるんですけども、それどうしてしっかり固定されているかというと、中の空気圧がしっかり入っていて、タイヤのゴムがホイールに押し付けられて空気を保持してタイヤの形を保持している状態なんですね。でこれ当然空気抜いていきますとタイヤの断面イメージしていただきたいんですけど、グラ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 動きやすくなってくるんですよ。でその動く量が大きくなってくるとこの、タイヤとホイールを接している部分が外れてしまって、完全に空気が抜けた状態でタイヤとしては機能しなくなると、こういうタイヤがホイールから外れてしまう症状のことを、我々リム落ちと呼んでます。砂丘を越えていく時にこの砂丘の尾根を車が乗り越えて走っていくシーンっていうのを見ると思います。実はですね、市販車と改造車でその走り方って結構違ってたんですね。従来僕たちどうしていたかっていうと、こういうふうに砂丘の尾根があると尾根に対して車は必ず直角にまっすぐ登ってまっすぐ降りるっていうのをまず基本に走ってたんです。でそれなぜかっていうと、空気圧の低い状態で砂の中で不用意にハンドルを切るとさっきお話ししたリム落ちっていうトラブルが起きます。なので砂丘を越えていく時にできるだけまっすぐハンドルを切れずに抜けるようにすることによってそのリム落ちを防いでいたんです。ですがこの走り方にはデメリットもあって、動きの中で想像してほしいんですけども、登って前輪二輪が浮きますよね。でシーソーのようにあるところで車が急に前に傾いて今度は走り出すっていう形になるので、後ろにかかった重心が一気に前に傾くんですね。でそれを不用意にスピードを上げていくと前転するんですよ。そういうことが起きてしまうので、この砂丘の尾根を越える時のスピードコントロールというのは非常に慎重にやっていかなければいけないというのがありました。ただ今回はですね、この砂丘の尾根を車が斜めに越えていけるようになったんですよ。で斜めに越えていけるっていうのはどういうことかというと、越えて当然行き先に対してハンドルを切るんですけど、リム落ちしないので空気圧高くても走れるので、なので越えた瞬間にもう舵を入れて進行方向を変えることができるんですね。で斜めに走っていくと3輪設置した状態から1輪だけがシーソーで動くので重心移動少ないんですよ。なのですなわちもっともっとスピードを上げていけるので、止まらずに走れるようになったっていうことも良くなったことですけれども、走っている平均速度自体も上がってきたなっていうふうに感じました。でこういう走りができるようになったっていうのは、市販車部門で戦ってきた僕たちにとっても大きな進化なので、今後さらなる高みを目指していく上でもすごい大きな手応えだったなというふうに感じています。で今このようにタイヤのことをちょっとフォーカスしてお話したんですけれども、実はこれタイヤだけでは成し得ないんですよ。というのは車は当然エンジンがありボディがありサスペンションがあり、いろんな部品が一つの形になっているものですよね。そうしますとそれぞれの部品のやっぱりバランスが最適に保たれているということが非常に重要です。でその中でタイヤを変えたっていうことはブレーキだったりサスペンションに対して従来のセッティングよりもこうしたいっていう要望が当然出てきます。今回特にチューニングをしたのが、ブレーキとショックアブソーバーだったんですけれども、このタイヤのパフォーマンスを発揮するためにこういう改良をした方がいいんじゃないかっていうようなことを事前にテストして決めてはいたものの、
なかなかこのコロナ禍で予定のテストの日数だったり距離っていうのはこなせなかったんですね。なのである程度いろいろなことを仮説を立てながら本番で検証になる部分もあったんですけれども、いろいろそれぞれのメーカーさんが意見を出し合ってくれて、タイヤがそうなってるんだったらこういう方向がいいはずだ、こうなんじゃないかっていうようなアドバイスをもらいながらしっかりと、砂の走破力っていうのを実現できたので、本当に関わるもう全員でその一つの課題に対して取り組んでいかないとやっぱ結果は出ないんだなっていうことを実感した大会でもありました。でここまで、タイヤのお話をしてきたんですけれども、逆に言うと今までタイヤに合わせて車は本当はもうちょっといけるんじゃないかって思うのに我慢しなきゃいけないシーンとか、もう少しスピード上げていきたいな、でもこの辺でやめとかないといけないかなっていうような実は葛藤っていうのがあったんですけれども、今回タイヤがしっかりついてきてくれるっていうのが分かったんで、実はもうとにかく車の性能を 100% 出し切るっていうマインドで走ることができたんですね。僕たちいろいろ分析するエンジニアもついてて、そのコースで1日アクセル何%ぐらい開けてたのかとかっていうのを全部データで後で見るんですけれども、実際にアクセルの全開率っていうのはどんどん上がっていったんですよ。で一つその中でチームで心配だったのは、過去そこまでのアクセル全開率で、ダカールラリーを走ったことってなかったんですよね、僕たち。なので本当にこのままいけるのか、まだまだ車が無理してるのかっていうことはしっかり感じ取ってクルーでコントロールしてくれっていうことが、当然チーフメカニックチーフエンジニアから指示が下りてたんですけれども、結果ですね、我慢することなくもう踏み切る方向でランクルしっかりゴールまで持ってくれたんですね。なので改めてもう本当にランクルのパフォーマンス今回出し切るぞっていう走り方をしたんですけれども、それについてきてくれる車のパフォーマンスだったり走破性っていうのは一ランクルドライバーとしてすごいなというか驚かされたという一面もありました。今回僕たちが使ったタイヤオープンカントリーシリーズの MTR というタイヤになりますけれども、これ市販もされてますので、もし興味ある方がいらっしゃいましたらぜひ使ってみていただければというふうに思います。で今回我々はチームとして市販車部門の9連覇を達成できたんですけれども、過去この9連覇に至るまで走ってきたことを振り返ってみるとですね、正直市販車部門のエントリー台数っていうのはどちらかというと縮小傾向なんですよ。なのでこのコンペティションっていうこの順位を競うっていう見方で見ると、もしかしたら昔より勝つの簡単なんじゃないのっていうふうに映るかもしれないですし、そういう考え方もあるんじゃないかなと思います。ところが大会全体をもうちょっと俯瞰してみると、その改造車の性能も上がってますし、車としてのパフォーマンス、どんどん進化していますのでコースがすごく難しくなっていったんですね。で特に今年の大会なんかはもう基本ダカール専用のプロトマシンで走るために作られたコースに、我々はそこにあえて市販車で挑戦するというようなスタンスでのチャレンジになっていたので、相手と競うというよりは本当にこのランクルでゴールできるのかっていう、そういうチャレンジの意識がどんどんこの練習を続けていく中で強くなっていったんですけれども、毎年今年難しかったな今年難しかったなっていうのがだんだん続くようになった時に、どこまでいけるのか周りのチームからも市販車でいつまで完走できるんだろうねなんてライバルから言われたりもしたんですけれども、振り返ってみるとどんなに過酷になっても最後ランクルだけは必ず生き残ってきたので。そういう意味ではよくね地球上で最も強い車とか最後に生き残る車っていうふうに言われますけれども、この V9 っていうのを通して僕はその一部を感じることができたのかなっていうふうに思います。でやっぱりいろんな路面を走っていくんですけれども、ランクルってそれをカバーできるレンジがまずすごく広いんですよ。先ほど話したようなその高速の WRC のようなグラベルもちゃんとこなしていきますし、トライアルのような激しい路面にもついていきますし、砂丘のように熱も含めて非常に過酷な環境のところも乗り越えていけると。たった1台の車でそれだけの環境変化に耐えられるっていうこの走破力と、あとはやっぱりそれが2週間続くんですよね。で8000キロ9000キロ走りますけど、それって日本からヨーロッパにフライトで飛ぶぐらいの距離がありますから、それだけの距離を連続して走っても、その走破性をキープできるという耐久性、やっぱりこの走破力と耐久性っていうのはすごいものだなっていうのを実感しましたし、使ってくださっているユーザーさんがそれを信じてくれているんだとすれば、僕たちこのダカールにチャレンジして
もっともっとその性能っていうのをこう上げることをこう目指したいし、力になれたら嬉しいなというふうに思います。でこう年々、進化をしていくダカールラリー、過酷さを増していくダカールラリーですね。でここにはなぜ市販車にこだわり続けて私たちが参戦しているかというところですけれども、市販車部門の車というのは本当にユーザーさんが使っていただいている車と、フレームだったりエンジンだったり基本的な構造部品って全く一緒なものですから、それでそのタフな道を走ると本当にランクルが限界と向き合うことになります。でその限界点で出たいろいろなことトラブルも含めてですね、そして、我々ドライバーが感じたこと、メカニックが感じたことっていうのがランクルそのものを強くしていくこうやっぱりヒントになっていくって僕たち信じてます。なので、こう市販車に出続けることによってそこで出たいろいろな経験というのを、市販車の開発にまたこうフィードバックしていくということで、ランクルもどんどん進化していくという、そういう好循環を回していけたらなという考えを持って、僕たちはこれからも市販車部門にこだわって挑戦していきたいと思ってます。ここまでご覧いただいた皆様、改めてダカールラリー2022へのご声援本当にありがとうございました。ランクル200での挑戦はこれで終わりになりますけれども、来年はですねいよいよこのランドクルーザー300のダカールラリーデビューとなります。でそのデビューウィンとチームとしては V10 ですね、これを目指して僕たちもスタートしていますので、期待していただきたいですし、引き続きの応援よろしくお願いします。では最後になりますがご覧いただいた皆様チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。